はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月後半のタロットリーディングをさせていただきます。前回3ヶ月分の星占いとタロットリーディングをさせていただいたんですが、その3ヶ月という大きな期間の中のこの2週間はどうかなという形で見ていただけると、より具体的に何か参考にしていただけるんじゃないかと思います。で、それとですね、こちらのホロスコープブック届きましたということで、たくさんのコメントもありがとうございました。これはこれでね、また別の動画で解説をしたいと思います。で、それとあと今カペラノートというのも予約受付中でして、こちらはもう2024年の運勢が細かく12ヶ月分書いてあるというノートになります。皆さんの予定スケジュール上のお供にしていただけたら嬉しいです。では早速10月後半の双子座さんの流れを見てみたいと思います。お願いします。前回見た時はね、ちょっと10月って迷いが出てきやすいのかなって言いながらも、何かすごく大きな喜びがありそうな時でしたよね。ちょっと見てみますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ソード8、カップ3逆、女教皇逆、ソード6、タワー、やったーって感じですね。前も出ましたよね。ジャスティス逆、バンド10、気をつけることは対策はラバーズの逆とカップ7の逆と、オラクルははいソードキング逆です。おお、なんとも面白いメッセージですね。これは星で見た時に、その10月の後半っていうのはとにかくクリエイティブな力が強いし、自分で自分を喜ばせましょうとか楽しませましょう、何か自分に許可を出しましょうみたいな時だったわけです。で、その許可を出すって言った時に、おそらくそれをものすごい力で止めている自分っていうのもあると思うんですね。で、それがすごく出ています。このソードキングの逆っていうのは、ちゃんとそれは正しいことなのか、これは本当にいいのか、失敗しないのかみたいな、ものすごくきちんとした思考で自分を管理している、コントロールしているみたいな感じがあるんです。で、なおかつ入り口もソードの8で、絶対にこうしなくちゃいけないんだ、こうじゃなきゃいけないんだみたいな、もしかしたらそういった思いで自分を縛っているかもしれない。で、これは本当に深いですよね。この星の流れでいくと、自分を許しましょうとか、自分を楽しませましょうっていう時なわけです。こう許すって何か自分のその至らないところを、どうせいいんだこれでみたいな感じで堕落で許可するとかっていうことではなく、本当に自分がやりたいこと、本当の喜びを手にするために何かを我慢してるとか、ダメだダメだ、こんな自分でダメだって言ってるのを許可してくださいよと、できるんですよっていうようなタイミングなわけです。特にこの10月15日の日食はね。で、そこを負けないぐらい強いエネルギーで今双子座の皆さん、自分をギュッと縛ってるっていう感じがするので、だからこそこのタワーが出てきてくれるんですよね。それを壊してねみたいな、その考えになんかヒントをねくれるよっていう感じです。いいじゃないですか。ですごくなんか抵抗してる感じがあるんですよね。なんでしょうね、やっぱこれだと思います。そのこれまで自分がこのやり方がいいんだと思い込んでいたやり方、こうじゃなきゃうまくいかないんだとか、そのやり方をやっぱり手放したくない、その方が安心だみたいな、そういう思いと、いや今この生まれてきてるこの感覚を優先していくんだっていう気持ちとか、ものすごく引っ張り合ってる感じがするんですよね。で、現実はすごく頑張ってらっしゃるからうまくいってると思います。いろんなことが。そして流れも来てますし、やっとこのままでうまくいくみたいなね、そういう流れがあるんですが、うまくいってるからこそ、もしくはこの流れに乗ってほしいからこそ、一旦ちょっと自分の今の当たり前だと思ってるこの思考をちょっと疑ってみましょうかみたいなのがあり、びっくりするようなこととか気づきとか、本当に晴天の霹靂みたいなね、っていうようなものがあればあるほど大きな気づきになりますから、何かを思い切って手放したり終えたりやめようみたいにしてみてください。で、そのやめることとか手放すことっていうのは、あくまでも自分に許可を出すという意味でやってください。そしてその後もですね、それでもまだ迷ってるっていうのがあって、いやでもいいのかな、いやでもしようかなみたいな。で、結局のところ自分が無理してでも頑張ればなんとかなるんじゃないかっていうところで、自分を
犠牲にしてこのまままだまだ進めようとしているっていう感じがあるんですけど、そんなにね無理しないでくださいね。双子座さんのいいところだと思うんです。何か状況が変化してもまたすぐそこに合わせて変えていけるみたいなねのがあるので、器用に変えていけるわけですよね。なのでもし自分がうまくいってないなと思ったとしても、それはいつでもまたすぐ盛り返せるし、変更もしていけるし、挑戦もしていけるって思っておいてください。何かをすごく迷ってる感じがありますね。もし迷ってるとしたら、なんかどっちが得なのかとか、どっちが正しいのかっていう判断ではなくて、やっぱり自分が一番心地いい、本当に自分が求めているものを手にしていくための判断だと思っておいてください。ちょっと補佐カード見てみましょうかね。ちょっとタワー見てみますね。よくありがちな話としてはね、やっぱりこう自己イメージ、自分はこういう人間なんだ、こうなりたいと思ってやっているとして、でも実際は違っていたっていうことだってよくあるわけで、本当の自分を知ったらガーンってなるかもしれないけど、でもその分すごく真実を知れてよかった、これが本当の自分なんだと知れてよかったっていうことで、シンプルに無理なく自分らしさで生きていけるようになるわけですよね。その気づきってすごく大きいので、なんかそういったことが起こるんじゃないのかなって感じなんです。でそれはなぜそれが起こるかっていうと、あくまでも自分がどう生きたいのかっていう自分の選択がある、自分が選択できる状況にある、自分で自分を喜ばせられる権利があるっていう上での気づきなので、何かすごく嫌なことが降ってくるとかそんなことは全然ないですからね。なんだろう。ワンドの6ってことでやっぱりいいことですよね。やっぱりなんか気づきがあるんじゃないですか。こうだと思ってたけどこうでした、私やっぱりこうしますみたいな、そういうなんかみんなに発表したくなるみたいなね。まあ言っちゃったからやらなきゃいけないみたいなのもあるかもしれないし、でもそうやってこう自分を正していくっていうのもいいと思いますし、今双子座の皆さんが気にしてらっしゃること、他の人に嫌われるんじゃないかなとか、あの人にどう思われるかなみたいな、そういったことも気にしないでください。そうやってこうしなきゃ嫌われるよとか、こうしなきゃ誤解を受けるよっていうのも全部頭の中の声で、誰かの何かがそうささやいてるだけで、本当の私たちっていうか本当の皆さんっていうのは別に誰に何を言われようと素晴らしい存在なわけじゃないですか。それを自分で一番自分を認めてあげるっていう風にするといいと思います。そんなに自分がこういろんなことを背負ってね、自分が我慢すればうまくいくっていう風に思わずに、意識的にはこの10月15日から自分の選択で自分を喜ばせる、自分で自分の人生を良くするっていう風に決めてもらって、その後来る気づきでそうかってこう何かをパカッと割ってもらって、その後またでもどうしようどうしようと思うかもしれないけど、心配することはないんですよってことなんです。心配してるのは自分の頭の中で繰り広げてることだけだから。そしておそらく雑務とかですね、そういうやることはたくさんあるのかなと思います。10月24日以降っていうのが働きますみたいな、頑張りますっていう時期に入るので、あれもするこれもするっていう意味では忙しいかもしれませんが、でも物理的に忙しくても精神的に解放されてるとそんなに大変だと思わないんですよね。なのでぜひこの2週間は自分になんていうかな、優しくっていうとなんか誤解を受けそうなんですよね。じゃあダラダラしていいのかとか、甘くしていいのかっていうとそうではなく、自分がやりたいことをやらせてあげるための許可を出す。でそのためにいやでもこれをしたらっていうふうに止めてるものを緩める、自分へのジャッジを緩めるっていうのが一番のメッセージです。そんなに自分を縛らないでねって感じです。そしてもっと私こんなことできたよとか、こんなこと思ってるよみたいなことも言っていいと思いますね。その方が周りも理解してもらえるし、双子座の皆さんが心配することはないよっていうのが分かるって感じがするので、はい、そんな感じです。ジャッジをなくすってことですね。意識的に自分を責めるのをやめる。そんな感じで過ごしていってください。もし今回のメッセージちょっとでも役に立ちましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ではまた次回11月頭ぐらいにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。